みんな、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はね、僕と一緒になかなか知ることのできないあのお国について見ていくのだ。そう、北朝鮮なのだ。実はね、北朝鮮には僕たちが使っている西暦とは全然違う独自の暦があるって知ってたのだ。その名もシタイ・シュチェ暦。初代最高指導者さんが生まれた年を元年として数えるから、今年はなんとシュタイ113年になるらしいのだ。不思議なのだ。今日はそんな北朝鮮に関するニュースを声援部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。韓国活動家ウクライナの北朝鮮捕虜に食料物資送付を試みっていう記事なのだ。遠く離れた場所で捕虜になっている北朝鮮の兵士たちに手を差し伸べようとしている人たちがいるのだ。困っている人を救けようとするとっても温かいお話なのだ。どんな内容なのか僕も早く見たいのだ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、好奇心いっぱいの冒険一緒に見ていくのだ。皆さんこんにちは。今回は東アジア、朝鮮半島の北半分に位置する朝鮮民主主義人民共和国をご紹介するのだ。首都は平壌で、おおよそ2600万人の人々が暮らしているのだよ。この国は第二次世界大戦後、社会主義国家として成立し、朝鮮戦争を経て分断された歴史を持つ、キム・イルソンを初代とする金氏による世襲の指導体制が続き、独自のシタイ・シュチェ、思想を国家の指針としているのだ。主要産業は農業や工業が中心で、計画経済のもと運営されているのだよ。文化面では、主体思想に基づく大規模な集団演技や芸術作品が特徴的で、マスゲームなどは世界的に知られているのだ。現在、核・ミサイル開発をめぐる国際社会との緊張関係や経済制裁、そして外交の動向が常に注目されているのだ。独自の道を歩むこの国の未来に多くの関心が寄せられているのだよ。一つ目のニュースなのだ。ラオス指導者10月10日の党記念日に北朝鮮訪問へ、国営メディアという記事なのだ。ラオスのトンヌンシースリット大統領が北朝鮮の金正恩総書記からの招待を受けて来週平壌を訪問するのだ。これは北朝鮮労働党の創立80周年を祝うためなのだ。国営メディアが伝えたところによると、世界の指導者が北朝鮮の主要な政治記念行事に出席するのはなんと7年ぶりのことらしいのだ。大統領は祝賀訪問をする予定なのだ。朝鮮中央通信が報じたとっても重要なニュースなのだ。この訪問が何を意味するのか注目が集まるのだ。2つ目のニュースなのだ。韓国活動家ウクライナの北朝鮮捕虜に食料物資送付を試みという記事なのだ。皆さん聞いてほしいのだ。韓国の活動家たちがウクライナで捕虜になっている北朝鮮兵士たちを救けようとしているのだ。彼らはもう10ヶ月も拘束されているらしくて、活動家たちは食料や生活必需品を送るだけでなく、韓国への亡命情報も提供しているみたいなのだ。最終的には兵士たちが韓国に定住できるようサポートしたいと考えているのだ。市民団体キョレオウル統一連隊の代表チャン・セユルさんが NK ニュースに話したのだ。なんと総額215万ウォン、つまりおよそ1535ドル相当の食料と物資をウクライナの北朝鮮捕虜たちに届ける予定なのだ。これは兵士たちがより良い未来を築けるようにとの願いが込められているのだ。このような人道的な活動が彼らの心を動かすと良いのだ。3つ目のニュースなのだ。韓国軍 APEC 開催を理由に北朝鮮対応の大規模演習を延期という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。韓国軍が北朝鮮に対抗するための大規模な訓練五国演習を延期したのだ。これは大事な国家イベントや
アジア太平洋経済協力会議 APEC サミットと日程が重なったからなのだ。もともと10月20日から24日に予定されていた訓練は11月17日から21日に変更されたのだ。実はドナルド・トランプ氏が韓国を訪れる際に北朝鮮の金正恩氏と会談するかもしれないという噂もあって、今回の延期に影響している可能性もあると言われているのだ。韓国は国家の重要なイベントと安全保障のバランスを取ろうとしているのだ。今回は北朝鮮の複雑で多面的な姿を示すニュースを紹介したのだ。外交、人道支援、安全保障と様々な視点からこの国の今を知ることができたのだよ。独自の道を歩む北朝鮮の未来と国際社会との関わりにこれからも注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。